俺ね、マジで、いや、これちょっとマジで俺、1から教わりたい。なんなら。なんかね、テンションとして1から教わりたいテンション。なんならちょっと、船に乗りたいなっていう感じ。窪船に乗って、こう漂ってみたいっていう感じ。こうまあ言うたらちょっとホンダのプレゼンみたいな、ちょっとね、楽しみにしたいな、みたいな。お疲れ様です。師匠おはようございます。久しぶりに師匠元が取れましたね。師匠おはようございます。いや、あれっすよ。距離感は保っていきましょうね。今日はよろしくお願いします。距離感保っていきましょうね。距離感どういうことですか？ホンダは遠い前が得意ってことですか？いや、これなんかね、2周目な気がするんですよね、これ。2周目、そう。1周目は、ストリートファイター5シーズン3ぐらいで起きたと思うんですけど、はい、そうっすね。やっぱ、アビゲイル強くなった時も、こんな感じで来て、で、その後、師匠呼びから元師匠っていう、すごい呼び名やってから。いや。それはやっぱちょっと整理した方がいいかなと思いまして。整理ってどういうことですか？状況が分かりやすくなった方がね、何かといいかなと思って、自分なりの配慮なんですよ。なるほど、配慮で。そうなんですよ。まあそういうことにしましょうか、じゃあ。今日は、俺ね、マジホンダゼロプレイで、一応、最近、師匠が上げてた動画を見たりして、変更点とか見てんだけど、そもそもがやっぱそんな知らないから、なるほど。そう、ちょっと一からちょっとね、教わる感じでも、ちょっとやってみたいなと思って。やってみますか。今日はじゃあちょっとお声掛け。ホンダとは何ぞやってどうですか？ホンダとは何ぞや。最近ね、ホンダも二極化してきまして、最近ヒカルくんが、ごめんなさい、ヒカルさんが、ヒカルさんが、クラシックスタイルのホンダ、いわゆるガン待ち、下がって戦って、でリーチを長い中パンチを置いて、ダメージを取るみたいな戦い方がすごい強いなっていうのも、なんか今更だから分かったんですよね。なるほどね。街で戦うスタイルか、俺みたいに実力100巻打ったり、ガンガン突っ込んで荒らすスタイルっていうのが今2つあって、どっちがいいのかな。結局どっちも使うんですけど、ただメインのスタイルをどっちにするのかなっていうのがあって。なるほど。まあもちろんね、アップデート直後だから全然まだ手探りのとこもあるし、なんならそれに加えて OD 鉄砲でこう触りに行くみたいな動きもね、今だったらありえると思うから、待てる組み合わせは絶対待った方が強いって感じですね。そこはやっぱホンダの真骨頂だし、そういう組み合わせにおいてはね、やっぱ結構むしろ有利取れてるような印象はありますね。ホンダのやっぱ中パンチのリーチがえらい長いんで。いや、やっぱね、やっぱ残機のチョップより強いと思うぐらいリーチがめちゃくちゃ長くて、でガードプライチでヒットプラス6とかあるんで、だからすごかったかな。まあ有利なんで、めっちゃ強いんですけど、出が発生10なんで、近くで振るのちょっと弱いんですよね。まあでもなんか先っちょ寄りだから振るとしたらね、発生負けするみたいなのはあんまり、ここら辺だと例えば龍拳とかの中足とかに負けちゃったり、そうだね、確かにそこ近いね。そうで近い時はあんま使っちゃいけないみたいな感じになって、だからむしろちょっと遠くで置くか、あと下がって相手が前に来る時に置くみたいな感じの使い方ですね。それができればかなり強いんですけどね、これ。やっぱ中パンを引っ掛ける力が結構重要なんだろうな、今のホンダは。差し返しも使えますし、これキャンセル猶予どんぐらいとか。結構猶予ありますよ。ある。ヒット確認は全然できる。ただヒット確認しちゃうとつながりづらい。中パンとかはちょっとそうですね、遅くなっちゃうとつながらない時ある。本当だ。ただ大径とかだったらつながるんで、これ膝これなるほどね。だからでもヒット確認してんのもまあヒカルさんぐらいかな、やってるの。基本的にもう入れ込んじゃってる。立ち中盤だし、しゃがみ中盤までレンガで、ここからこういうコンボするのもありですし、ここでヒットできるんだったら普通にコンボいけてもいいですし、
基本的にやっぱ立ち中パンチ軸っすね。そんな感じですけどね。なんか最近のホンダは。続きと100巻を使うよりも、立ち中パンメインの方が安定して勝てるって感じですよ。100巻はでも相手がどんだけ対応できるか、プラス、キャラにもよるもんな、多分。そうっすね。ねえ。落とせるキャラは簡単に落とせるし、キンバリーとかだと、しゃがみ強パンからコンボいけちゃうから。その100巻を簡単に落とせる上に、そこからリターンにつながっちゃうキャラには使わないみたいな感じですね。あとはその100巻もなんかこうギリギリのめくりをうまくこうレバーで調整して落とされづらいようにするっていうのは多分これ100巻力なんじゃないですか。100巻力、そうですね。角度とあと弱中強でタイミングが違うと落下速度違うんで、基本的に強100巻が一番ジャスパ捉えやすいんですよ。今日遅いんじゃないの？いや、今日が早いんですよ。早いのか。これが早くて、なるほど。引き付けジャスパがすごいやりやすくて捉えやすいんですけど、弱はめったにないですね。本当だ。なるほどね。じゃ弱でよくない？メイン基本弱っすね。ね。そう、基本弱で打ってでジャスパ取ってくんだったら強にするみたいな。ただ問題なのが強100巻だった時に狙ってなくてもジャスパになっちゃうことがあって、だからそういう時はもう別に無理に100巻使わないとかもいいですし、とかかな。そこは100巻力でありますね。一応 OD100 巻だともうちょっと近いしプラス2なんですよこれ。あ、2なんだこれ。そうでも一応頑張れば使えるんですけど、そこに今2ゲージ払うんだったらこっち使った方が100倍強いって感じです。だから今はもうゲージは全部 4D 鉄砲にしてますね。確かにそっちの方がねやっぱいい。これぶっちぎりで今一番強いですね。これやばい。やっぱガーサシプラ3でこれ駒投げがもう打撃で暴れなくて完全着いけるんで。通常投げはいけない？いけます。全然いけます。いけんの？いやちょっと全然いけます。なんか先っちょだとね、さすがにちょっと間合いが。そうですね。でもその場合はジャックまでもいけるんで。なるほどね。かなり近いんですよね。ガードバックすごい今少ないんで。今これがド先端ぐらいですね。なるほどね。でもこれってもう一度だけいけるんで、結局2択には持ってける。ウェイレッパーに対しては今だと立ち強系強続きか、頑張ったったら立ち強系確認対抗とか。まだ実戦レベルじゃないですけどね。でもこれだってしゃがみガードされたらあれでしょ、1段目キャンセルすればいいんで、1段目キャンセルして当たってなかったら鉄砲にして、当たったら打ち上げんのか。そうですね。ただ立ち強系から鉄砲まで隙間があるんで、ここは笑えちゃうんですよね。なるほどね。だから入れ込みになっちゃうんで、安全なのは立ち強系続き。確かに。俺頭突きでいいような気がする。そこ結構そのレンガでドライブゲージ削れるんだったら。プラ3から立ち強系なんで4フレには負けちゃうんですよね。そうなんだ。じゃあ空ぐらいしちゃうのか。空ぐらいしても大丈夫か。ダウンか。空ぐらいしてそうつながるんで大丈夫なんですけど。なるほど。で完璧なフレームだと立ち弱中パンこれ。これが確か飛べない連携なんで。ただこれはガードされると、弱張り手でキャンセルしないと確定もらっちゃう。でヒットしたら強張り手みたいな感じで。とにかく安定を目指した動きをすると、今回のホンダはすげえ強いですね。いやおもろそうっすわ今の。おもろいし多分結構強いですね今回。普通に上位あるんじゃねえかなと思ったんですよね。あとくだらない知識1個だけあると、後ろため超圧で塩投げられるんですよ。でこれね長押しするとねめっちゃ負ける。終わり終了。これがホンダのすべて。なるほど。